はい、今回の Tips は Waves スマックアタックを用いたトランジェントのコントロール、特にミックスの奥行き、遠近感を操る方法について解説していきます。ミックスの奥行きや遠近感をコントロールするには、音量、広域成分の量、トランジェントの特性、リバーブによる残響の量といった要素がありますが、とりわけトランジェントのコントロールはその中でも難しい部類に入ると思います。使用するエフェクターとして代表的なものはコンプレッサーですが、元のニュアンスを残しながらトランジェントだけをいじるのはなかなか難しいものです。そこで登場するのがトランジェントシェイパーと呼ばれるエフェクターなのですが、このスマックアタックもそのトランジェントシェイパーに類するプラグインです。特徴的なのは波形を見ながら視覚的に影響範囲や量を捉えられることと、トランジェントの形状を選択できる点ですね。ではサンプル楽曲をご用意しましたので、特にドラムのキックとスネアの遠近感に注目して聴いてみてください。ソロでも聴いてみましょう。いかがでしょうか。キックが比較的近くで聞こえるのに対し、スネアはやや奥まった印象に聞こえ、奥行きに違和感を感じられたことと思います。このキックとスネアはメーター読みでだいたい同じくらいの音量に揃えられています。両者の遠近感の鍵はどうやらトランジェントの特性にありそうです。このドラムはソフトウェア音源を使用していてオーディオ化されていませんので波形は見えません。そんな時でもスマックアタックを使えばトランジェントの状態を波形で確認することができます。スマックアタックを開いて確認してみましょう。このように波形が表示されますね。この表示領域をオーディオグラフと呼びます。やはりキックの波形は非常にアタックが鋭く突出しています。一方でスネアの波形はキックに比べるとやや鈍いアタックの波形となっています。これらに対しスマックアタックを用いてトランジェントを調整してみましょう。まずはスネアから。キックに遠近感を合わせていくためにはアタックを強調しなければいけません。そこでこのアタックの大きなつまみを上げてみましょう。確かにアタックがしっかりと聞こえて、音像的には前に出てきたように感じます。ですがこのままではゴーストノートなどの細かい音まで強調されてしまい、やや不自然です。そこでセンシティビティを調整しましょう。今はセンシティビティが強すぎる状態なので、左に回して下げていきます。ここで上のオーディオグラフを見ていただきたいのですが、スレッショルドレベルのように波形との関係が表示され、どこまでをアタック強調の対象とするかが一目瞭然です。今回はアクセントとなっている大きな波形だけが対象となるよう調整してみましょう。オレンジ色の線にも注目してください。これはスマックアタックによってどのように強調または抑制されているか、その結果を表示しています。次にアタックを強調する際の形状を決めます。見た目の通り一番左が最も鋭いニードル、一番右が2分目のブラント、真ん中が中間のネイルと分かれています。それぞれ聞いてみましょう。特にこのスネアの場合、胴なりの太さに関わってきます。まずはニードルから。ブラント、ネイル。今回はアタック感、パンチともにちょうどいいので、ネイルを選択しておきましょう。続いてはデュレーションです。デュレーションはアタックを強調する時間の長さを決めます。あまり長すぎるとトランジェントというよりも全体の音量が持ち上がってしまい、のっぺりとした印象になるので注意しましょう。上のオーディオグラフも見て、オレンジの線の角度が波形よりもやや急勾配となるように調整するといいでしょう。はい、このくらいでしょうか。続いて最終的なアウトプットを決めます。
今回は結果を比べやすいようにやや下げておいてみましょう。右のガードはリミッターのようなもので、今はレベルオーバーしていませんので、オフのままでもいいですが、ここで積極的な音作りをすることも可能です。上のリミットは純粋なリミッター。次のクリップはレベルオーバーした際にサチュレーションを加えながらリミットをかけます。試しにクリップにして、あえてレベルを上げてみましょう。リミットとも比べてみましょう。リミットと比べると音質に変化があることがわかると思います。こうしたクリッパーのような機能が備わっているのも面白いですね。さて、アウトプットを元に戻してバイパスと結果を確認してみます。まずはバイパスから入れていきます。もう一度バイパス入れていきます。バイパスの時と比べてアタックが明瞭となり、音像が前に出てきたのがわかるでしょうか。実はこの結果はソロで聞くよりも全体のミックスの中で確認した方がわかりやすいです。聞いてみましょう。まずはバイパスから入れていきます。もう一度バイパス入れていきます。いかがでしょうか。だいぶスネアとキックの距離感が近づいてきましたね。キックの方も調整してみましょう。こちらはアタックが鋭すぎますので、アタックのつまみを下げて音を奥に押し合っていきます。センシティビティは波形の頂点付近を狙うように調整し、形状は波形に合わせてニードルとしてみます。デュレーションもやや短めとしてみましょう。アウトプットは結果を比べやすいようにやや上げて、バイパスと比較してみます。まずはバイパスから入れていきます。もう一度バイパス入れていきます。ミックスの中でも確認してみましょう。バイパスから入れていきます。もう一度バイパス入れていきます。だいぶキックの印象が柔らかくなり、音像としては遠くなりましたね。スネアとの距離感がちょうど良くなってきたと思います。キックではさらにサスティーンの調整も行ってみましょう。余韻を出すことで太く、温かみのあるサウンドにすることができます。まずサスティーンのつまみを上げてみます。このくらいでも十分効いてきますね。センシティビティは今の状態だとほぼ全体に影響しているので少し下げておきます。上のオーディオグラフも参考にしながらちょうど良い余韻の感じになるところを探っていきましょう。次に形状です。これは左からまっすぐに減衰するリニア、急激に減衰するノンリニア、柔らかく減衰するソフトリニアの3つが用意されています。キックのふくよかさに影響しますので、よく聞き比べながら選択しましょう。まずリニアから。ノンリニア。そしてソフトリニア。今回はソフトリニアが狙ったサウンドを得られると感じました。続いてデュレーション。余韻を強調する時間の長さを調節します。このパラメータの注意すべき点は、あまり長すぎると余韻の小さい部分に主に効いてしまい、逆に効果を得づらくなる点です。
今回は中央の200よりもやや長めくらいに値を取ってみましょう。改めてバイパスと比べてみます。まずはバイパスから入れていきます。もう一度バイパス。入れていきます。ミックス全体の中でも確認しましょう。バイパスから入れていきます。もう一度バイパス。入れていきます。アタックに偏っていたパワーが程よく鳴らされて、全体のミックスにもよく馴染むようになりましたね。さて、これまでドラムの奥行き、遠近感を中心にお話をしてきましたが、スマックアタックが活用できるのはドラムだけに限りません。例えば今回のトラックの中にあるアコギですね。アコギは広域のきらびやかさを出していきたい楽器で、このように EQ で広域をブーストするということがよくあると思いますが、一方でダイナミクスが強調されすぎてミックスに馴染みにくくなるという副作用も出てきます。こういった際によくコンプを使うことになると思いますが、スマックアタックならもう少し手早く対処することができます。ちょっとやってみましょう。センシティビティで波形の飛び出した部分を狙いつつ、アタックをやや強めに下げてみます。形状はネイルが程よい効きで良さそうですね。もう少し効かせたいので、デュレーションをやや長めにとってみます。比べやすいようにアウトプットは少し上げておきましょう。さて、バイパスと比べてみると、入れていきます。はい、ダイナミクスが抑えられ、落ち着いたサウンドになったのがわかると思います。最終的にはミックス全体の中で確認しましょう。まずはバイパスから。入れていきます。いかがでしょうか。コンプよりも自然な感じで、距離的にはやや奥まり、ミックスに馴染んでいるのがわかりますね。調整も非常に簡単で手早いです。はい、以上今回の Tips はトランジェントシェーパー、スマックアタックを用いてミックスの奥行きや遠近感をコントロールする手法について取り上げました。ぜひ上手に取り入れていただければと思います。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。